べないそうな気されてみよ。カニ好き？本当に？今のところ印象はコンパクト。カニ食べたことないですか？大変。こりゃ女子高生好きだわな。確かにうまいわ。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、今関越道走っております。今日7月中旬ぐらいなんですけども、キャンバケが終わって約1ヶ月なんですけど、本当ね、キャンバケ後からちょっと私たちいろいろとございまして、めちゃくちゃスーパーハードな日々を送っております。いや、超忙しかった。そう実はね、キャンピングカーをまともに運転するのもキャンバケ以来なんで、それまでだから 2,3 週間ぐらいも乗ってなかったんで、本当ね、すごい久々に今キャンカー運転してます。まあね、実際ね、何があったのかっていうのはね、ちょっとまた別の動画とかでね、もしかしたらお伝えするかなと。それがね、なんかこうライブとかでまたね、機会があれば、ちょっと話が長くなっちゃうんで、その場合はね、またね、皆さんとお話しできればなと思っております。とりあえず今一言言えるのは、本当に忙しかった。35年間生きてきた中で、この6月7月がね、過去一番忙しかった。まだ忙しいんですけどね。ママも忙しかったので。そうだね、この1ヶ月はみんな忙しかった。みんな忙しかった。うーちゃんも多分忙しかった。うーちゃんも忙しかった。ということで、今日は家族デーということで、ママはちょっと海鮮食べたいなということで、美味しいものを食べにどちらへ？新潟県のね、寺泊の市場まで行こうかなと思ってます。まあ今日はっていうか明日か。明日のお昼ぐらいに着けばいいかなと思ってます。こっからね、だいたい3時間コースぐらいなんですけど、まあ今日は手前の長岡まで行ければ一番いいかな。だからそこを目指して、まああとね、途中ちょっとね、もう本当にね、もう働き詰めててね、ちょっとあんまりちゃんとした生活をくれてないんで、まあ無理せずね、今日は行こうかなと思ってます。はい。で、今日はね、この後ね、到着した後ね、紹介できるかわからないんですけど、ちょっとまたね、ニューアイテム持ってきましたんで、またね、そちらもね、紹介できたらなと思います。結構ね、今回のはね、知ってる人はびっくりするんじゃないかなっていう、あのメーカーです。まあ、とりあえずですね、今から新潟の方までね、向かっていこうかなと思います。でもなんか動画からしてみるとあんまりモヤモヤ感に伝わらない。もやってる。高速道路で霧が怖いな。ね。あとね、1分ぐらいでもパーキングはこれかな。とりあえずね、見白して、また明日朝から考える。これ？なんかあんま出てこなかったね、ピンって。今日はもうなんかもう疲れすぎてすぐ寝ちゃいそう。よいしょ、無事に到着。到着です。もうすぐ寝る準備です。もうママはこのまま寝落ちてきます。で、今一応ね、ムシッとするんでエアコンも入れてます。ただ意外と寒かったね。うん、寒かった。意外とこっち気温低でもかった。ジメッとしてる。雨降ったからかな。ということでね、今日はもうささっと寝るようにして寝ます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、7時24分です。室温が 25.3 度、湿度 60% です。昨日ね、やっぱりちょっと雨の中ね、走ったのもあるので、湿度はね、ちょっと高いです。車内はね、エアコンつけっぱなしで寝てましたので、実際そんなにムシムシした感じはないです。快適に眠れました。エアコンつけっぱなしで、鉛のバッテリーで動かしてたので、残りがね、15% です。まだ大丈夫かなと思います。はい、うーちゃんぴんおはようございます。はい。で、今日はね、これからですね、まずはね、朝ごはんはね、車の中で簡単に食べて、で、それからね、寺泊の魚の市場の方に行こうと思ってます。結構ね、最近ね、この下でも寝れること多いです。今日は布団敷いてません。ということで、まずはね、ちょっと軽く朝ごはん食べて向かおうかなと思います。うーちゃんおはよう。はい、ということでね、今回ですね、持ってきた新しいアイテムがこちらになります。こちらね、ポータブル電源になるんですけども、なんとですね、メーカーがですね、DJI です。ドローンで有名な DJI です。これね、まずね、サイズ感がね、かなり小さいんですよね。はい。で、こちらね、ママの iPhone ね、12 Pro Max と比べるとね、こんな感じです。この左側の大きい方が DJI パワー1000っていうね、モデルになります。で、こちら右側のちょっと小さい方が DJI パワー500になります。
でこれ単純に、ね、容量とね出力の違いなんですけども、で今ですね画面のね上の方に出てるかと思うんですけども、スペックはですね DJI パワー1000の方が最大出力が 2000W、 こんな小さいのに 2000W使えて、で容量がね 1024Wh になっております。重量が 13kg なんで、男の人だと全然片手で持ち上がるぐらいの大きさです。普通に使える出力の中では 2000W で、30秒間の瞬間出力であれば 2600W までで、ピークの出力も多分一瞬のね、突入電流とかそういうことだと思うんですけど、そちらが 4400W までね対応してると。でこれね USB のポートがね PD USB-C のねポートついてるんですけど、これね 140W なんで、これ MacBook Pro とかねその辺もいけちゃうやつですね。はい。でこちらのですね右側の少し小さいモデルですね、 DJI のパワー500ですね。でこちらがですね最大出力が 1000W、 容量が 512Wh で、重量がね 7.3kg と本当ね、綺麗に半分にしたかのようなね、サイズになっております。出力も半分、容量も半分で、重量に関しては約半分。こちら 7kg なんでもうねかなり軽いですね。これは本当軽量モデルです。でもこれでもねどうやら最大出力 1000W 使えるらしいです。でこの後ね今日1日通して2つとも使ってみるんですけど、このサイズで 1000W って多分なかなかないんじゃないかな。なんかそういうね特殊な機能を使わなくても常時それが使えるということなので、その辺はねすごくねちょっと今までとね違う感じがしますね。はい。ちなみにですねこちらね、今ね動画出てるかと思うんですけども、ちょっとね自宅の方でね充電した時ですねちょっと気づいたことがありまして、充電の音がね全然しなくて、最初はね充電できてるのか分かんなかったんですよね。数字見て上がってってるから充電してるんだっていうぐらいね、このモデルのねちょっと特徴かなと思うんですけど、充電音が全然しない。はい。ちょっとね今ね調べたらこの充電時の音がすごくね小さいというモデルになってるみたいです。やっぱりそうだね。これね使用時の音も 23dB ってかなり静かなモデルみたいですね。こちらですねもう一つね紹介したものがありまして、はい、こちらですね。こちらね実はこれも提供していただいてるんですけど、このケースですね。でこのケースはね何が入るかと言いますと、こちら後ろの DJI パワー1000がそのままこのケースにそっくり入ります。ポータブル電源をケースで持ち運ぶというスタイルです。結構これ使うと思います。っていうのも僕らもねポータブル電源今までねいくつもね使ってきたんですけど、一番困るのが持ち運び。手があってもやっぱりね、こういう袋とかケースがあった方がね本当は使いやすい。ただこれに収まるサイズ感、要はケースとして持っていくのにちょうどいいサイズ感っていうのもぶっちゃけなかった。やっぱね大容量系はでかすぎちゃって、それケースに入れるのも大変だし持っていくのも大変になっちゃうんですよね。でこの今回のね DJI パワー1000に関しましてはちょうどね 13kg と、ケースに入れても持ち運びるし、ケースがあった方が便利だねっていうモデルになってます。で実際ね今この中何が入ってるかと言いますと、これはね僕がね個人的に購入したものの紹介になっちゃうんですけど、何かと言いますとこちらです。よいしょ。 DJI Mavic 3 クラシック、これドローンですね。ちょっとねほんと忙しくてねまだね開封していないんですけども、 DJI のねこのドローン実は購入しました。これはたまたまね DJI さんからね声掛けいただいた時にたまたまドローンを購入してたということで今日持ってきました。これね今日これ調べたんですけど、ドローンってなんかねドローンキーの登録っていうのが必要らしくて、ちょっとね時間かかるみたいなんで、今日実際開けたとて飛ばすことはちょっとできないっぽいんで、どうしてね、天気も雨なんで、しょうがないんですけど、だから今日はね充電するとこだけね後ほどねやってみようかなと思います。はい。で実際ねちょっと入れてみたいと思います。よいしょ。これあれですね、ちゃんと取っ付けのところがよいしょ見えるかな。ここにねチャックになっててこう開きます。多分これで持つときはこうやっても持てますよっていう。で別にこれ上にバックルがベルトがついてるんでね閉めてても大丈夫です。こんな感じですね。であとは閉めるだけ。よいしょ。はい。であとはねこちらこれがついてるのでこのままね持ち運ぶというタイプになっております。前にケースがついてるのかな。この状態のまんま使用することできます。そういうモードですね。なんでこれケースに入れたまんまでも使えますと。これ便利だね。こんな感じでつきます。キャンプとかね本当持ち運ぶ時にちょっとめんどくさい時あるんで、これだったらすぐ持ち運べて閉めるだけだし、これいいね。これなんか後ろにもあるわ。
後ろのはこれ完全にケースかな。あ、そうですね。これはねこの中開いてるんで、あ、これ充電器入ってるのかな。こんな感じでねケーブル入れてしまえます。ケースとかねケーブルは別売だと思うんですけども、すごくね便利だと思います。はい、ということでね今回はですね、このね DJI のパワー1000とパワー500を使ってね、でどんな旅ができるかわかんないですけど、過ごしたいかなと思っております。はい、でこれからですね、ボダ電使ってねやってみたいと思います。はい、でまずね電源入れます。そうとこんな感じで電源つきます。で AC 使うときはこちらのね下の AC ボタンを押すとこんな感じでつきます。で多分今この状態でも AC 使える。で今日は朝ねパン買ってきてるんで、こちらねトースターです。これを使って DJI パワー500が本当にね 1000W 使えるのかどうかっていうのをねトライしてみようかなと思います。はい、今日はねこちらのね普通のコンビニのパンです。1個ずつ焼きます。で問題はねこちらのね、トースターを両面焼きね、いわゆる、高負荷な状態で回せるかどうか、使うことができるのかどうか。ほい。これ今両面、はい、こちらですね。実際にね今 930W ぐらい使っております。こんな感じですね。はい、こちらですね今ね使ってるんですけども、トースターの音は聞こえてるんですけど、こちらね動作音が全然しない。個人的にはねこの音がしないというのはめちゃくちゃいいポイントだと思います。これがしないってことは他のね 900W 以下の時も多分同じような感じなので、はい、そうこうしてるうちにねパンが焼けたので、プロジェクト焦げちゃう。しっかりね両面焼きでできました。はい、サイズ感でいうとこんな感じですね。右にトースター、左に、DJI パワー500、かなり小さいですよね。この大きさだったらねほんとね持ち運びもすごく便利です。 L チキバンズだって。それは何、バンズ、中に挟むってやつ。卵サラダを挟んでたのかあ、そういう系ね。表だけも焼いてるって感じ。ちなみにこのトースターの今下にあるのが1000の方です。それでもねこの座席にすっぽり収まるぐらいの大きさです。はい、で今ですね実際ねパン2つ焼いてみたんですけども、残量がね 83% だとね、まだねかなり残っております。なのでまたねちょっとねこの後も何かに使おうかなと思います。じゃあ食べましょう。じゃあ開けてあげて。むちゃん自分でパン開けられるようになった。だって学校でこうやって袋でパン出てくる。出てきてたじゃん。学校って袋だったっけ。コッペパンみたいなやつ。揚げパンみたいなやつは。揚げパンだけなのあれか。なんかトレイみたいなやつ。はい、じゃあいただきます。何なの L チキパン。ローソンのチキン挟んで食べるってことでしょ。バーガーにして。あ、そういうこと。それ用のバンズってこと。肝心なチキンがないと。いやチキンは朝からいらない。L 卵バンズじゃん。そうだ。今日全くと言っていいほどノープランだからね。夜車に来てからどこに行くかを決めて方向だけ。とりあえず寺泊行って魚は買うとして、その後何もないんだよね。錦鯉の里って言ったね。また行ってみたいね。これ楽しかった。何しようかね。とりあえず朝ごはんだけ食べて、まず魚を買いに行って、それから考える。よし、じゃあとりあえずね寺泊魚の市場まで行きましょう。はい、であとねこの小さいやつはねアイロンとかねそういうのにも使えるんじゃないかなと思います。一瞬400まで行きますけど、あとはねずっと下がっていきます。なのでこれぐらいならね全然このスペックのポータブル電源であれば余裕です。はい、今ですね出発しました。今日はこれからですね寺泊魚のアメ横ってところですね。もうね僕らねこの動画の中でも3、4回ぐらいも出てるかな、場所で、割とね新潟といえばそこがね最初に思いつきます。道路事情もねこの関越をひたすらまっすぐ進むだけなんで結構ね気楽です。でね外はねもうこんな感じで結構ね雄大な景色、新潟って感じだね。今から行くとね10時40分ぐらいには到着みたいなので、それなりに
まだ時間もあるんで買い物だけしちゃって、でそれからね、近場行くか、どこ行くかね、決めようかなと思ってます。左側に海が見えてきました。もう少しでね寺泊に到着します。もうあと2キロぐらいです。ここまで来ればね、ほぼゴールです。水族博物館だって目の前。これあれじゃないの、さっき言ってたやつでしょ。寺泊水族博物館、結構目の前にあるんだね。これが水族館、水族博物館。なんか珍しい名前で水族博物館で、ここ温泉。この温泉なんか前一回行ったっけ。行った気がする。なんか行ったよね。金八でしょ。この後の天気は、はい、ここですね、寺泊。 20% です。まあね、やっぱでも人いるね。キャンカーもいるね。なんか遠くから見るとすげえ空いてそうだったんだけど、よく見るとそうでもなかった。みんなここに集結してる。よし、はい、とりあえずね到着したんで止めていきたいと思います。相変わらずカニの絵があるな。一つもある。包丁の店って奥だったっけ。ここが市場です。でかい。自分の可愛い。はい、ということでね、ママが包丁欲しいっていうので包丁を買いに来ました。以前もねここで買ったことあります。やっと家用に購入できました。ちなみにここの刃物屋さんで買うのは2本目です。1本目がねすごい良かったから、すごい切れ味、日本刀と同じ作りで作ってる包丁って言ってた。だから13枚日本刀と同じらしい。そう、重ねて作ってる。はい、ということで2本目の包丁とりあえずゲットしたので、ちょっとこの先はねお魚見てきます。ふーちゃん何食べる？マグロ系にする？マグロ系にする。ママ、あ、うーちゃんのさわさび別盛りになってるからよかった。そうそう。ママのマグロ？生マグロ。なかっパパのなんかすごいんだよねこれ。た。なんかでかいんだパパ。そう、パパのでっかいの。パパ。作りがでかかった。パパさ、この中にカニ入ってる。これすごいよね。うん。こっちにもカニ入ってる。分厚い。こっちのマグロ。なんか思ってたよりでかいのが来た。どうする？ハマグリ買う？このハマグリ一つと、あと甘エビ。はい、はい。うーちゃんカニだってカニ。カニ食べたことないんですか？おばあちゃん家にカニを送ったことあるけど、カニを食べたことはない。そうだね。塩菜ソフト。この塩菜ソフト。はい。今ね無事に車に帰ってきました。溶けてきちゃった。で車の中ね30度近いんで今、すぐね帰宅してエアコン入れております。ゼリー美味しい。食べる？いいね、この時期にぴったり。あ、でもなんかシュワーって少しする感じ。炭酸？とりあえず買い物とねご飯までは完了です。どこ行く？声行きたいの？これ餌巻く？餌巻く。まあ特に用ないしね、そこでもいいか。じゃあ行こうか。来い。今日はちょっといろいろ忙しかったから、うーちゃんデーも兼ねて。はい、今ですね寺泊の方行ってきましたので出発しました。すごい、この時間から人が増えてきた。そうちょうどね今フィーバーしてるから早く来てよかったかもしれない。最近さ、ブルーシール多くない？いろんなところでさ、新たに出没してない？あ、そうなの？だってこれも新しいでしょ、多分。看板新しいじゃん。昔湘南のブルーシールはなんか印象にあるけど、ぜひねそのブルーシールがどこだか分かる人がコメント欄でコメントください。湘南だったらみんな来るのかな。湘南ってどういうイメージなんだろうね。そういうなんか観光地的なイメージなのかな。皆さんの湘南といえばこれですみたいな。サザン？ちなみに僕らにとっては特になんもないです。混んでる。海。一番近い海が湘南だったんだよ。これからどこ向かうの？これからですね錦鯉の里かな、以前行ったとこですね。で今日はねうーちゃんがね鯉に餌をやりたいというミッションがあるんで、
ちょっと戻りですけど戻ります。水族館より鯉に餌をあげたいって。そうっていうねうーちゃんの意思があるんで、ここか。はい、それを尊重しようかなと思ってます。まあ、あとはね走っていく道中でもし何かあれば、今日本当何も予定ないんでブラッと寄ろうかなと思ってます。ベイシャ先にちょっと買い物してきます。もうちょっとでそう鯉の場所に。そう錦鯉の里に到着します。あとねここからもう 3.5 キロなんでもう割と近くです。あ、ビールとか買わなかったな。ああそうだね、ビールかな。ノンアルしかない。まあ今日でもメニュー的には日本酒かな。そうね。だからちょっとこの後行ってなんか近くにあれば日本酒も買いに行こうかな。珍しくカニなんか買ってしまったね。そうあ、なんかいろいろあるんだよ。なんだこれ。でもなんかお酒の店欲しいんだよな。はい、まあそうこうしてるうちにあと 300m です。なんだハッピースイーツって。本当だ。クレープハウス。なんか面白い。目引くお店だね。でこの辺やな、この辺やな。これ鯉のどこ？左。これか。違うの？これじゃない。これだこれが入り口です。でここがちょっと分かりづらいね。でもまあまあ全然中ねこんな感じです。よいしょ。はい、じゃあちょっとね車止めて行きたいと思います。さうちゃん到着しました。念願の鯉ですよ。よし、じゃあ行きましょう。ういちゃん自分のカメラ持つ？何？ GoPro 持ってく？いいよ。コイキングのマンホール、なんかポケモン蓋、ねポケ蓋っていうらしい。こちらはなんかレアらしいです。なんか鯉の顔がたくさんいる。行こはい、行ってみましょう。じゃあ出発。どこからかな？こっちから行けばいいね。すごい。行ってきます。早速帰りの一人が迎えてくれた。こんな感じのことが書いてあるな。一旦ちょっとやりに行ってきます。う。いや今日もすごいいっぱいいるね。じゃあ今日は上げていくよ。じゃないやつ。よし、じゃあもうやけ。じゃあいいですよ。それできんねん、パクパクして。ほら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 。ほらほら。チューされる。ねえママ。顔出してくれる。ねえチューされるんだけどパパ。可愛いもん。可愛い顔食べられそうだね。ほら、あ、待って、普通になでなでできたの。ほら。こいつすごいね。車に戻って手を洗う。そう。さっきさ、恋にね、チューされたんだよ。こういう時便利よね。ママも一回洗ってる。くーちゃんね、チューされた時ね、マジでくすぐったかった。指食べられるかと思ったわ。体で洗ってください。はい。
まだやってんのかな。やってると思うよ。今錦鯉の里に行った後に温泉入ろうと思ったけど、あ、もうすぐそこじゃん。コンビニあるとこ。このね、ちょっと通ってて気になる場所があって、これさっき言ったこのクレープ屋さん、めっちゃ混んでるね。人気なんじゃない？ちょっとここに行ってみたくて。入れんか。入れん。なんかすごいね、意外とね安くてすげえ量豊富だったよ。あ、そう。うん。はい、ということで第2駐車場に停めて今向かっております。なんかすげえ派手。何これ、星のやっていうの？インパクト強い。果物屋。果物屋さんなんだ。だけど果物ってもうなんか一つポチッとしても売れないじゃないですか。まあ確かに500円の確かに。それ上手にカットして一番美味しいとこ食べてもらえばってへなるほどいうのが私が始めた。すごいメニューの量ですよね。豊富ですね。それでメニューはそんなにだんだん高校生がもっともっとあれ食べたいこれ食べたい最初はバナナとかあれしてますから高校生がみんな来てもっといちご入れたのが欲しいあれが欲しいだんだん増えてきたね。トッピングがあるんですよ。すごいですね。だから自分でアレンジがアできる。レンジができる。はいはい。こんなのもじゃあチョコバナナさいっぱいあるよ。これもチョコバナナ。これもチョコバナナ。ありすぎありすぎどれにしたらいいの？大谷翔平。野球選手。変なスイッチだと。ありがとうございまゆいちゃんの可愛いねこれ。す。可愛い。はい、車帰ろう。これ新作だって言ってたよね。そう、新作の桃。新作もんもちゃん。よし、はい、今ね買ってきました。こちらがパパが選んだね桃。季節限定。今が一番美味しいらしいです。まずママのがアイスなし。これなんかアイスなしの、果物系のやつ。まあ、ケーキみたいなやつのでパフェ。ゆいちゃんのが。これ可愛いよね。ゆいちゃんのはいつものチョコバナナなんだけど、なんか刺さってるね、青いやつが。これ傘だよね。ます。わあ。ね、すごいね。なんかママの欲張りだね。このチョコのハートも美味しそうだね。今旬の桃らしいです。キャラメルプリンなんだこれ。この桃うまっ。食べるの大変。こりゃ女子高生好きだわな。確かにうまいわ。美味しいけどいや食べるの大すんごいボリュ変だわ。ームよ。で今日はこれを食べた後は何も予定ないから温泉。ママのさ、それ何個フルーツなんだ。フルーツパフェだからママ。よし。じゃあこれ食べてね、次はね温泉に行きたいと思います。これ痩せる気がしない。はい、今ですねクレープ星のやの方出てきました。まあ星果のや実の星のやつ。そうもともとね行く予定とかね全然なかったんですけど、錦鯉のねとこ行ったらねたまたまプラッと見えてめちゃくちゃ強烈なインパクトのお店で、ピンクで可愛らしい。いつもはねそう結構ね予定に追われてるから案外そういうとこね気づいても行かなかったりするんですけど、今日はね何も予定ないんで、どうせならちょっと寄ってみるかみたいな、こんな感じでねたまにはね緩い旅もいいのかなと。キャンピングカーの旅って多分本来これが一番いいんだよね。出先で見つけたところに入ってみる、これはねこれで楽しいですよ。でこの後はですね割と近いところにある温泉にね行きたいと思うんですけど、でその後ですねちょっとねこの辺ねあんまり道の駅そんなたくさんなくて、で明日行きたい方向にね RV パークバンダイっていうところがちょうどありまして、今日さっきね電話したらなんかね空いてるみたいなんで行こうかなと思ってます。よし、じゃあこれからね温泉に行ってきます。結構でかい大きいとこです。よし、じゃあちょっと行ってきます。はい、今ですね温泉に行ってきました。すごい良かったねここね。結構立地が高いのかな。景色が良かったで中もすごい綺麗だったし、今回ね利用しなかったけど90分で家族風呂あります。ちょっと週末はね人気かもしれないけど、すごいねそれはそれで良かったです。その家族風呂の方も多分いいんじゃないかなと思う。これから RV パークバンダイ
の方に向かいますので、ここからですねだいたい20分30分ぐらいかな。バンダイさんでもなんかねご飯ね予約できるみたいなんですけど、僕らね今日寺泊で買ってきてますのでそれを食べようかなと思ってます。すごい夕日が綺麗。新潟の空です。いい色に焼けてるな。雪国の建物を見てると自分たちが住んでる建物と比べると全然違くて面白い基礎が高いよね。それこそなんかさ階段で玄関まで行くみたいなさ、そしてでかい。家がすんごいね。てかもうあと 100m。 これかな。違う。目的地付近ってこれアルビパって書いてある。これだ。ご飯屋さんなんだこんな。だからご飯屋さんって言ってたのか。ご飯って言ってたのか。こんな感じらしい。そういうことね。納得。はい、今ですね無事に到着しました。で今ねちょっと片付けとかしてこちらね久々にテーブル出しております。で今日はねホットプレートも使うんでいよいよこいつの出番です。本当に高出力のもの使えるのか。こっちねまだ使ってないんでこれからね今日使おうと思います。はい。でね今回使うのはねこちらのねアビエン、これ家から持ってきました。これすごくねシンプルでかっこいい。そうその辺。で電源はこの横にあるからでここか。これで準備は OK。 はいこんな感じでやります。珍しくない？茨城県産赤いトウモロコシだって。電子レンジで蒸さないと、すごいね。あ、エヒレとか買ってくればよかった。茹でると色が落ちるらしい。ちょっと甘エビはねお刺身でも絶対美味しいんだよ。今のちんちゃん。洗う。こんな感じでどう？わ大変だよ。すんげえ大変じゃんこれ。大丈夫？分解してから洗った方が早い。車にカニそれ切ればいいだけ。パパやる？わかんないけどとりあえず。ういちゃん初めてカニを切るシーンを見る。でもさこのさこれも違ったのかな。カニの食べ方がわからない我が家。じゃあそれパパやろうか。どうやって焼くの？殻のまま身取って。人生で初めてカニを切ってる。ママも切ることなかったから。これで正しいのかどうかは分からん。とりあえず食べれりゃ一緒っていう。カニが面白いのはさ身が入ってるやつと入ってないやつの差がすごいんだよ。これ見て。マジ食べるまでにあと何時間かかるのか。とりあえずこんな感じで進めていきます。これ以上？はい。明日雨降る？なんで？珍しすぎて。リアルな雨降る。そっかそっか。出して。頑張って。してみる。
はい、ということでね、今ね、カニやら何やらいろいろ用意できましたので焼こうと思います。これさ、換気扇回しとく？じゃあマックスファン回しときます。ちなみに今日のメニューはまずズッキーニ、それからレンコン、紫色のトウモロコシからハマグリ、甘エビ、それからパパが頑張って剥いたカニ。これで美味しくなかったらたまんないな。でも多分美味しいと思うんだよね、焼いたやつ。この間焼いたやつ美味しかったんだよね。正直言うとね、僕らねあんまカニ得意じゃないんですよね。だからご当地行ってもカニ買ったことないんですよ。今回初めてだよね、自分たち用に買ったの。パパカニ買ったの人生で初めてだよ、多分。人生で初めて自分のためにカニ買ったの。はい、ということでね、今回ね結構いい感じになってます。このアビエンのねマジックグリル使うんですけども、問題は電源です。何が問題かって、大体ねこっち側にね電源あるともうねコンセント回せないんですよ。うちのコンセントってそっちのシンクのところかこのテレビの裏なんです。だから RV パークに来ようと電源を回すことができないんですよ。んで登場するのがポータブル電源。これだったらどこに置いたって電源使えるから、そういうのがいいんですよね。これ 2000W 使えるってことなんでアビエン回せるはずです。ということでね、実際にトライしてみようと思います。まず電源入れる。AC ボタン入れる。はい、じゃあ電源入れます。はい、こんな感じでねマジックグリル動き始めました。まずは 700W ぐらいね今使ってます。はい、ということでね、今回ですね、実は先ほどの温泉で新潟の日本酒買ってきました。魚沼3米 100% で、魚沼ってねここから近いんですよ。南魚沼とかね、魚沼の里ってね八海山のねところがあるんですけども、これ魚沼ってすごい近いところにあって、そこのね高野井っていうねお酒です。金色です。純米大吟醸。あ、これね箱すごいね、ゴールドです。で今日はねこれ日本酒飲みたいと思います。はい、ちなみにですね今、1300W 使ってるんで結構消費してますけど、これ音聞こえるかな。僕の声聞こえてると思うんですけど、こんな感じで全然ね作動音しないです。これはね500と一緒ですね。全然作動音しない。やっぱ1000の方がもっと余裕があるのかな。全然平気ですね。今のところはね静かです。これはねもしかしたらこの後になるかもしれないんで、ちょっと聞いてみようかなと思います。りょうちゃんも乾杯しますよ一回。はい、じゃあ乾杯。乾杯乾杯。キリッとしてて美味しい。この日本酒うまいね。今ですねこれね動画撮ってるんですけども、充電しながらね実は撮ってます。こんな感じです。なんと下に DJI パワー500置いて、これもね DJI のねジンバルです。これ僕ね個人的にね DJI 使ってるので、これ RS3 ミニっていうねジンバルなんですけど、ちょうどこれ置いたらねぴったりだったんですよね。これ今ミニねなんで、これで充電しながら撮影するという、こんな感じですね。さあ、ういちゃんカニです。どうでしょう。まだじゃ食べてみる。はい。うまっ。美味しい？入れたカニ美味しかった？美味しいよ。カニが好き。じゃあカニ好き？本当に？意外。まあ親が食べないらしい。我が家で初めてのカニ好きが現れました。うちゃんエビ苦手なんだけど、まだこっちは食べれる。もう多分ハマグリいいよ。パパに感謝。どうだよ、パパカニ切ったの。ちょっとしかやってない。全部切ったよパパ。ちょっとしかやってない。ママがちょっとあれしかやってない。醤油どこ行ったの？カニも美味しいけどハマグリ。さあ今日コメントテーマカニの食べ方聞こう。パパはハマグリラスイッチだよ。はい、ということでね、今回ですねコメントテーマ、それ何かと言いますと、もうねこれです。カニってどうやって食べるのが一番美味しいの？僕らねカニって本当に食べたことなくて、好き好んでカニ食べに行ったことってまだ未だに人生一度もないよね。なんでカニの食べ方が分かんないんですよ。で唯一今年の正月に菊新さんが持ってきてくれたカニを焼きガニにして食べたら美味しかったねってことで今日買ったんですけど、これ以外の美味しいねカニの食べ方もしありましたらぜひね皆さんコメント欄で教えてください。僕らあんまりねほんとこの辺分かんなくて、今日はねバター醤油で食べてみたんですけどめちゃくちゃ美味しかった。これ美味しい。はい、あとねそんな大きくないけどお肉も買っていたんで、なんか足りないだろうと思って。
ちなみにね、もうだいぶ使ってるんで、あと 14% ぐらいしかない。でも音は変わらなかったね。ずっと静かなまんま。ただ容量に関してはやっぱり 1000Wh 前後しかないから、そんなにたくさんね容量あるタイプではない。ただこんだけね音せずにコンパクトで 2000W 級使えるっていうのはすごくいい。はい、ついにまずついてる。あ、切れた。切れました。あとはもう余熱でいける。切れた。はい、ということでね、もう結構な時間使いましたけど、1000Wh ぐらいなんでね、やっぱり、ね、使い切りでしたけど、でもね全部焼き切れたんで全然ねうちとしては問題ないです。はい、ということでね、ご飯をねこの後も楽しみます。ということでね、今日はですねもうママが眠いということで寝ます。もうねポタテもね DJI パワー1000使い切っちゃったので、今回の旅ではね十分使えたかなと思います。500の方はねまだ余ってます。また明日の朝も頑張ってもらおうかなと思います。はい、ということでね今日はもう寝ます。もう眠さ限界です。じゃあおやすみなさい。ちゃんもおやすみ。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね8時33分、室温が 24.7 度、湿度 56% です。はい、だいぶね快適に眠れました。で今日はねこの後特に予定がないのでゆっくりね過ごそうかなと思います。位置についてよーいドン。進めないよ。ゆうちゃんの手が邪魔で進めない。とっちゃん。よきちゃんかわいそう、潰れてる。山かわいそう。はい、今ですね、バンダイの方を出発しました。今日はですね何もね予定がないので、プラッとね、朝ごはんでも食べに行こうかなって感じで今やってるカフェを探しまして、そちらの方に向かっております。ここから20キロぐらいなんで、少し走りますかね。30分ちょっと走るかなという感じなんで、ゆっくりね走っていこうかなと。道中ね他になんか気になるとこあったらね、昨日みたいにパラッと入ろうかなと思ってます。はい、ということでね、とりあえず出発です。ここを右に曲がると十日町の駅。すごいね、商店街ね、やってるとことやってないとこと。時間的なあれもあんのかな。あと日曜日だとやらないとか結構多いじゃん、こういうところ。ああ、平日なのかな。雨が降ってるけど、なんかのどかな街だね。これなんだろうね。バイパス？どこ？バイパスかな。野田インター。あ、この辺魚沼になるのかな。魚沼駅、魚沼なんちゃら駅って書いてある。家がでかい。そして斜め。雪が落ちるようになってる。ちょっとでカフェだ。入れるかな。混んじゃってるとね、駅地下の民家っていうか住宅街だから、駐車場はねあんまりなさそう。あ、来た。単線とかじゃない。結構長いやつ。三車両。その温度と？これか。コインランドリー。よいしょ。さあどこだ。ここをまっすぐで、これを右。あ、これじゃないの。この緑のブルーシートがかかってる。あ、これだ。帰れんじゃない？お疲れ様でした。カフェ到着。行こう。今日はまったりなし。健康的なご飯。健康は内側からって書いてあった。これに。すごいね、ボリューミーだ。フレンチトースト頼んだだけなんだけどね。でも美味しそうじゃん。ねえ、ママも一口もらおう。どう？美味しい？ふわふわする。はい、今ですねカフェの方行ってきました。スタンドまだ多分ねできたばっかなのかな。お店すごい綺麗でしたね。それでもねパパが食べたねアサイーボールはね結構美味しかったです。でうーちゃんのもねスキレットは良かったね。そうだね。そうなんですごくね健康的な朝のご飯って感じでしたね。ちなみにね駐車場はキャブコンは入れます。ただ長いのはちょっと厳しいかな。 7.5 は厳しいかもしれないです。でキャブコンサイズだったら全然余裕です。空いてればね。はい、ということでね、今回はですね特にねなんかこう目的があって何か教えたというよりかはちょっとこうね休日に、プラッとキャンピングカー旅に出るみたいな
回はねそんな感じになりました。そうそう、昨日ねご紹介させていただいたね、ポータブル電源、こちらですね、DJI のパワー1000とパワー500っていうモデルなんですけども、こちらはですね概要欄の方にねリンク貼っております。興味をね持った方はねぜひねそこからアクセスねしていただいて購入とかね検討してもらえればなと思っております。で個人的にねちょっとね何点かねメリット、良かった点とねちょっとここはね残念だったなっていう点をねまとめさせていただきますと、パワー1000もパワー500もね、両方言えることなんですけども、良かった点が音がね本当にしない。これ充電時も確かに消音だった。で、充電時消音なのはまあまあなんとなくね、できそうっていうかなんかこう想像できたんですけど、作動音ですよね、これもねすごく消音でした。で DJI さんはねこの充電時の消音はねすごくねこう自信を持ってるみたいな感じだったんですけど、あれはね作動時のね音もねすごく静かでした。いろんなポータブル電源僕らも使ってるんで、その中と比較しても静かです。なんでこれはねすごく良かったなと思っております。であとね出力のところ、これねパワー1000もパワー500も両方同じこと言えるんですけど、パワー1000であれば最大出力がね 2000W 使える。しかもね安定して使える。ピークパワーはね2600とか最大瞬間だったら4400まで使えるみたいなんですけど、そこはねすごく良かったです。あんなにちっちゃいのにかかわらず 2000W 使えるっていうのはこれはすごくね今までないものだと思います。で同じくねパワー500に関しても持ってもらえば分かるんですけど、本当はね7キロちょっとしかないんでめちゃくちゃ軽いんですよ。めちゃくちゃ軽いのにもかかわらずあれ 1000W 使えるんで、あれトースター使えるんで、あれはね革新的だなと思います。今回のね DJI さんのねポータブル電源通して思ったのが、軽くてハイパワーで静か、この3つがね、ちょっと他のねメーカーと比べてもすごくね、上位に来るんじゃないかなと思っております。であとねメリットでねすごいね良かったなと思ったのが、あれ多分別売りになると思うんですけど DJI ポータブル電源用のケース、あれはねめちゃくちゃ便利。ポータブル電源入れてもいいし、そのまんま普通に僕ドローン今入れてるんですけど、ドローン入れてたらもいいし、なんかねあれ意外とね重要だったなっていうのを今回思いました。で逆にねじゃあちょっとこれね購入するにあたって、デメリットというかちょっとここは残念っていうか知らないとちょっとね、後々ねこれじゃない方が良かったかなと思っちゃうかもしれないっていう点をね、挙げさせてもらいますと、まず1つ目でこちらはですね、なんて言ってもね容量、パワー1000で言えば 1024Wh しかないので、その点は大容量ではないから、例えばエアコンつけっぱなしで寝るとかになると結構厳しいかもしれない。そこはねちょっとね要点考えなきゃいけないかなと思います。であともう一つ DJI パワー500の方もそうなんですけど、こちらもね、容量っていう点ではちょっとね不足に感じるかもしれない。ただ500に関しては元からそんなに大容量で使おうと思ってる方多分そんなにいないんで、だからそこまでなんだろうな、不足っていう風には感じないかもしれない、500の方が。なので、そこはね、使い方次第ですね。なんでまるっきりダメってわけではないんですけども、そこはねちょっと使い方によっては人によってはこっちの方が良かったなっていう風になる可能性があるのでね、そこはね十分ね理解していただきたいなと思います。ということでね、じゃあ今回のね DJI ポータブル電源、パワー1000それからパワー500、総じてね、どうだったかって言いますと、個人的にはめちゃくちゃあり。あれだけやっぱねコンパクトでハイパワーって本当になかったんで今まで。それに関してはねもうね言うことなしなんで、そこはねすごくね僕はいいなと思ってます。使い方によっちゃうかもしれないんですけど、例えばね1泊2日の車中泊に行くことが多いとか、あとキャンプで使いたいとか、家の中で使う、これ結構使うんですよね。コンセントがね思ったところにないとね、ポタで持ってきた方が早いじゃんみたいなことがあったので、そういう風な使い方、コンパクトゆえに持ち運びが簡単なんで、DJI さんのポータブル電源はそういう方にねすごく合うんじゃないかなと思っております。はい、ということでね DJI のねポータブル電源パワー1000とパワー500ですね、こちらをねお借りしてレビューをさせていただきました。旅を通してね、僕らちょっと今バタバタしてたところもあって、忙しかったんですけど、なんかこうねたまの休日というか本当久々にねキャンピングカーで旅してるので、そういったところでね、今回ねポータブル電源あってね、旅の幅も広がったかなと思います。でまたねこんな感じでね、週末のね旅というかあてもない旅みたいなのねやってるとね結構楽しいので、またねこういった動画もね作りたいかなと思っております。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。